あなたが思い切って始めたこと、あるいは始めようとしてることでもいいよね。大きな成果を上げるよ。手に取ってわかる、はっきりとした成果を上げることができる。ひょっとすればもう上げているかもしれないよね。その新しいことっていうのは、今まで自分がいた、これエンペラーなんだけど、その盤石なフィールドから一歩飛び出して冒険するというような、チャレンジするというような一歩を踏み出すっていうことかな。あるいはとても権威的な存在から、その影響下から抜け出すというような、そんな力を感じるね。ただどちらにせよ、あなたの成功は約束されているよと。それが出てるね。今現在水面下で始まってること、決定されてる未来っていうことで言えば、あなたが成果を上げるっていうことも一つかもしれないけど、やっぱり気になるのがこの大きいトライアングルの体のエイト・オブ・ソードなんだよね。何が今動き出してるのか、そしてあなたがどこに行き着くのか、その流れを決定しているっていうことで、されているっていうことで言えば、このエイトのソードっていうのがね、結構気になるよね。とても強いね、この皇帝とキングのカップ。カップだから愛の存在だよね。あなたに、とても愛情を向けてる人、この存在の力、どういう働き方をあなたにしてしまうのか。エイトなんであなたも好んでこの状況に入っていったんだよって、この状況に入るんだよっていうのは、あなたの意思も感じるんだけど、結構がんじがらめになる。真ん中にはジャッジメントで自分が大きな判断、人生の本当に一大決断、これでこのままこの流れで乗っていっていいのか、もしくは乗らない方がいいのかね。その前段階ではトゥーオブソーズであなたが、仮面をかぶってね、自分の本心を隠して本音と建前で立ち回っているよっていうのが出てる。だからこの意識だよね。大きな成功を得るかも今現時点で得てると。だけれどもそのために自分の本音を隠して立ち回った部分がある。でそれがゆくゆく抜き差しならない状況にあなたを導いていくよっていう、これが今進行していることかもしれないね。できれば良きこととしてその決定されてる未来っていうのを見たいわけなんだけども、ただやっぱりこのカードはやっぱ見逃せないよね。トップに来てるのが力で、大アルカな力なんだけども、やっぱりあなたの負けん気とかさ、なんかそういう勝ち気な部分っていうの、そういう力をね感じるんだよね。この大きな決断を経てもあなたはそのあなたの力で、立ち回ることができる。ライオンっていうのはこの男たち2人かもしれないよね。しっかりと手なずけてあなたは立ち回ることができるよと。だけども本当にその状況でいいのかいっていうような
うん、問いがあなた自身に襲いかかってくるっていう、まあ構図に見えてしまうな。ただまあ、目下、とてもね、強いカード、この上のトライアングルなんかは、本当に大勝利だよね。もう一回、この盤石な世界から抜け出して、一回勝利を挙げて、で、さらにまたこのタイの山でまたシックス・オブ・ワンズで、果敢にチャレンジして一つの成果を上げると出てるからね。ただその先であなたの、まあ、やっぱり精神面だと思うんだけどね。このピエロさん、トゥ・オブ・ソーズね。まあ、エッジの上に、まあ、ピエロといってもそのエッジの上で、このソード2つ持ってね、バランス取ってる。まあ、こう、ヒリヒリするような緊張感を持ってるね。うん。嘘と建前の、本音と建前のね、あの、なんかそんな緊張感感じるね。で、それが、2が8まで増えて、うん、あなたの、うん、心の矛盾をね、咎めに来るっていうのかな。だからどうだろう。あなた自身のその強さの根源を一回考えてみるといいかもしれないね。いつでも能動的に動いたかもしれない。積極性を持って、もう根拠のない、本当は根拠がないなんてことはないんだけど、そのポジティブシンキングでずっと来てた。だけどもポジティブシンキングにその注力しすぎるあまりにね、そのポジティブの原動力であるネガティブのそのいわゆる陰性のその動力に関して忘れてしまったんじゃないのか、なんかそんなメッセージが降りてくるけどね。自分の中にあるそのダークサイドの部分っていうの、そういうものを本当蹴散らして、完全に蹴散らして揮発させてしまうだけの力を感じるから、それがその後からどっとあなた自身に問いかけてくる、そんな構図かもしれないよね。ここに行く前段階としては、今何か新しいことをやってるんだったら、うん、きっとね、良い成果が出るっていうのが出てるから、うん、とりあえず進んでみるといいと思うよ。自分の新しい別天地、新天地を目指す。そういう意識だよね。これはビジネスでもプライベートでも同じじゃないかな。あなたに関係しているとても強い力。まあこれは束縛もあるかもしれないね。強い力だから。この力をあなたは利用することができるって出てるから。で、ひょっとすれば、その色恋で言えば、まあ最もなんだけれども、そのビジネスシーンにおいてもひょっとすれば、その男と女の関係が絡むかもしれないよね。キングのカップだから結構大きな力、色恋絡みの強い力がかかるよっていうのが出てる。ひょっとすればもっと大きな心かもしれないね。あなたを、うん、女性として、そしてさらには人としても見ての大きな人類愛のようなね、俯瞰した力かもしれない。だけどもどっかでジャッジメント、やっぱ潮目があると思うんだよね。それをだけどあなたは力で超えてしまうよって、ご了承してしまうだけのあなたは今パワーを持ってる、ないしこれからそのような展開を見せる、それが行くのあなたのその心の空洞を作ってしまって、あなたをそのあなた自身をこう責める、うん、未来を決定してしまってるってとこかな。まあだけどね、おおむね、うん、とてもアグレッシブな、うん、スプレッドだと思います。今のその現状の不満に
不満にねこう甘んずることはないと思う。理想があるならその理想に近づいていっていいというメッセージは強く出てますね。なんとなくこれで見えてきたかな。まず I am だけど、孤高だよね。孤独を超えた孤高。だから自分自身のアイデンティティ以上の、天命とかね、宿命だよね。それに突き動かされて動く段階に到達してるよっていうメッセージが来ます。だから自分のためっていうよりは周りの人のため、人のために動く。そうすることでとっても大きな利益を生む公益の精神だよね。で多分だからそのレベルまで意識がいくと誰とも共有できないその気持ちっていうのが出てくる。でそこは自分で胸の中にねしまっておく。むしろそれを下してねへそ下三寸まで落として動力とするといいんだけど、ひょっとすればこの「I am I am」のこの孤独感が孤高なんだけどとても崇高なねエネルギーを感じるんだけど、ただひょっとすればそこが多分あなたにおいおいこうボディーブローのように効いてきてしまうとこかもしれないよね。だから無我夢中でこう頑張ってるんじゃないかな。もう自分のためというよりはもう周りの人たちのため、周りの人たちの笑顔のためとかさ、周りの人たちのその喜ぶ笑顔のためとか、なんかそういう意識に駆られて頑張り続けてる。自分を奮い立たせ続けてる。だから強くなれる。だけれども自分個人的なアイデンティティのそのもともと持ってた葛藤とかね、トラウマとか、もっと深く言えばカルマとかね、そういう部分がちょっと見落としてしまったかもしれないね。この8の字があるけどさ、もう永遠に続くあなたのその力パワー、とにかく勝ち続けるっていうね、この意識がもう永遠に続くよって、それがなんかプレッシャーになっちゃってるかもしれないね。ワーヤンティ、インスピレーション、直感、自分のハートだよね。宇宙とつながってるって出てるけど、とても何か人間的な感じがするよね。あなたの中のね、本当にパーソナルな、ひょっとしたらエゴかもしれないよね。今のあなたの立ち位置では周りの人たちに打ち明けることができないあなたのエゴかもしれない。今まだいいかもしれないよ。もう永遠に勝てるなんてね、こうループしてるぐらいだから。だけどやっぱり生身の人間だからね、やがてねチク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 ね、あなたのねハートをね察し始めるよっていうのが出てる。だから元凶はねこの2 of Swords かもしれないな。嘘も方便でね、
建前をね駆使しなきゃいけないことあるかもしれないけど、これが結構多分効いてて、ゆぐこの段階まで来ちゃうかもしれないね。自分の心を、ちょっとおろそかにしすぎたかもしれない。ハート。どうだろうね。本当はその男としてこのキングのカップはあなたにアプローチしてたと。ね。だけどあなたは勝ち気な気持ちでこの方のアプローチを断っちゃったとかね。まあ今は自分のやりたいことがある。今は恋愛の時じゃない。でさらにひょっとすればそのまあ同業者が近い業種の人だとやっぱりプライドもあるだろうから、なんかちょっと突っぱねてしまったかもしれないね。本当の自分の気持ちっていうのが、やがてこう苦しくなってくるっていう流れが出てるかな。どうだろうね。だけどこの流れを止めるんだったらもう自分に正直になるしかないけども、なかなかだけどこのね力ダールかな力のこの状態だと、なかなか素直になれないかもしれないね。だってライオン手なずけちゃうんだもんうまくやれるわって。私別にそうまともに愛を猫を受け合わなくても、私別にうまくあしらえるからっていう、なんかそんな感じかもしれないね。だから恋愛だと考えたら本当にそうだよ。もう潮目が来てるから今はいいかもしれない。だけど今決定されてることがあるよと。やがて自分の美意識というかソードなんでね、この技巧と言った方がいいかもしれないね。自分のその三段こう、自分が歩む動線とかね、その自分が敷いた術中とかそういうものの自分自身がね餌食になっちゃうっていうか、ミイラ取りミイラになるっていうかね、そういう流れが見えるからちょっと気をつけた方がいいかもしれない。そうだね。本当にジャッジメント真ん中だから、もうまさに今潮目読みなさいってことかもしれんな。自分の弱さを見せられない状況だけど、ひょっとすればそれは自分がそう思ってるだけかもしれないから、ちょっと出してみるといいかもしれないね。本当の本音。その本音こそとても宇宙とねアクセスできる、とてもピュアですごく大切なもの、価値あるものだよとメッセージが今飛んできた。もう十分強いんだけど、このハートを大切にするといいかもしれないね。第一聖子菩薩。だけど花が開くタイミングは今ですかだね。この状態まで行くのを防ぐためにはちょっと今ジャッジメントしろって私言ったけど、だけどね、大聖子菩薩様は花が開くタイミング今ですかと、なんとなくあなたが今こう気持ちが張ってて、
強い意識でいられるんだったら、なんかもうちょっと頑張りなさいっていうメッセージにも聞こえるね。あなたがハートの中、心の中でずっと水をやり続けている。魂の花っていうのかな。それはちゃんとすぐすぐ育ってるよって。表向きなんかそういう自分の弱さみたいなのを見せられない状況かもしれないけれども、その自分の中のこのホーリープレイス、ここだけは神聖だっていう、周りがどんな状況であってもね、ここだけは、私のここだけはもう神聖なプレイスなんだって、そこでしっかりとちゃんとね、自分が蒔いた種にこう水をやることでね、影響を上げることでちゃんと育つ、すくすく育ってるよとね。大聖子菩薩様はそう言ってる。今ですか。だからこのジャッジメントはやっぱり自分が今やるべきことを優先して、自分の力を信じて突っ走ってっていいかもしれないね。で、後から今決定されてる同時に、このあなたにしわ寄せが来ると。今まで自分の心を誰にも打ち明けられずに放置した部分は、後からね、自分自身を責めることになるから、そこはだから、自分の心の中のね、魂の花にしっかり水をあげて養分をあげることで、咲かせられるよと。こうなることを回避することができるよと。そういうメッセージに取りたいね。もし本当に今だって思うんだったら、花を咲かすタイミングが、この大聖子菩薩様の下のカップのキングと、展開していってもいいかもしれないね。だけどなんとなくこの勝利感、まだまだやれるよと、ね、この力永遠に続くよっていうようなね、ループするよっていうのを見るとちょっと先かもしれないね。この I am のこの孤高が孤独となると、この8のソードとして行く発露してくると。だけれどもこの孤高を崇高なものとして捉えれば、あなたの心の中のね、花となって大輪を咲かせますよと、大聖子菩薩様のメッセージが降りてきます。過去にね、とても執着してるっていうのがね、出てるね。一回倒れてんじゃない？それぐらい、トラウマとなりうるような過去にとらわれてるよっていうのが出てる。で、大きな愛、人生を変えるようなね、大きな愛の息吹も
得られたか、得られるはずだったけれども、あなたはそれに背を向けてしまったよっていうのもね、出てる。まあ大きなトライアングルの体の位置がね、このナインオブソーズなんだよね。さらに進めると、テンオブソーズで物々しいけれども、あなたはこのカルマをね、完全に討伐できるでしょう。ただ今もう水面下で始まっていることで決定されている未来っていうことで言えば、ここだろうね。ここまでが決定されてると読めちゃうかな、ナインオブソーズ。だからあなたがとても過去に縛られてる、過去に命を削られながら生きてるよっていうね、メッセージが、入ってくる。この業の山にしてもこの体の山にしてもそうだよね。で、唯一ちょっとメロウな感じがするのがこのシックス・オブ・カプスだけど、ひょっとすればもうあなたが会いたくない、もう生理的に嫌いっていうような人が夢にちょくちょく出てきてない、ことあるごとに。その方が実はあなたのこのカルマをね、解消するキューピッドだよってメッセージが降りてきたよ。そのあなたがもう顔も見たくないっていうね、その人物があなたの鏡となってるよって。あなたの心の奥底に荒屋敷のね、深いところに眠らせてしまっているあなた自身の見たくない本質を、その人物がミラーとなってね、あなたの前に現れてんだよと、鏡となっているんだよと、そういうメッセージが来るね。だからもう本当に、許せないって意識的に思うっていうよりは、生理的に嫌いとかさ、この人理解できないとか、嫌だなとかね、理由が分かんないけど嫌だわっていうような、そういう人、その人がキューピッドかもしれないよ。なぜその人のことを自分が嫌だと思うのかなっていうのをちょっと掘り下げてみると、ちょっとじゃ済まないな。ちょっとじゃ済まない。結構掘り下げると、あなたのこのカルマの呪縛をね、解放してくれるキーパーソンとなりうるよっていうね、メッセージが来る。ハーミットがね、この倒れてしまったあなた自身をね、照らしてよく見てるから、やっぱり考えてらっしゃると思うんだよね。だけど多分もっと深いところに答えがあるよと降りてきます。だからここを多分うまくこのキューピッドをね利用して、一見キューピッドに見えない人物だけど、この方を攻略すると、このナインオブソーズ、もう理路整然としない悩みっていうのを、打破できるかな。流れていくとね、もうこの次やっぱり行っちゃうんだよね、テンオブソーズまで。とても怖いかもしれないけど、ただここまで行くと逆に、生まれ変われるから、現世内転生っていうのかな。そうすると真ん中のフォー・オブ・ワンズ、新たな門出で、さらには
あなたが苦しみながらもね、劣勢を強いられながらも培ってきた技術とか経験とかが生きてくるよ。今まで自信が持てなかったかもしれないね。そこまでなかなか意識が余裕がなかったかもしれない。改めて自分のその実力とかさ、自分のその今まで生きてきた人生とか、こうフェアな目でね、自分自身をこう観察することできなかったかもしれないけど、それがね普通にできるようになるよ。ここまで来ると多分すごい素敵だと思うよ。あなたの苦心がね、もう大いに生きてくる段階。まあそれまでにこのちょっとハードな状況っていうのはあるかもしれないけど、だからキーパーソンここら辺かな。なんかあなたが絶対に許せないもの、まあそれを許してやることかな。ゲスこと、落とし込むことだね、自分の腹に。これができたら多分スーッといくんじゃないかな。まあこのね、フォーブソーズの、まあ、バタンキューって倒れちゃったうなだれてる人と、まあ、もっと自由をね感じさせるけど、なんとなくこうリンクしてるかなっていうね。人生のどん底と言えるような状況に一つの居心地を見出してしまってるかもしれないね。このハーミットにもかかってるんだけど、私はここでいいんだって、ここが私の居場所なんだって、このカルマこそがね私のアイデンティティなんだ。まあこの方自身はなんかね、広い湖でプカプカ浮かんでるからもっと崇高なんだろうけど、なんとなくなんかこのかかってるフォーソーズとかね、こうハーミット、後ろ向きのハーミットとかと考えると、なんとなくそんな感じがするよね。で一方アイリリースコントロールだけど、これはもう、丸腰の自分で旅立つだね。もう支配とかコントロール、まあこの制御されるっていう感じかな。このご自身のカルマから、呪縛から、もう本当の自分、素直な自分で、まあこう抜ける、別天地を目指すっていう、強い決意が来るね。自分の中でどうしても認められなかった自分の部分、それは自分の許せない人となってあなたの前に幾度も現れてきてると。そのどうしても許せなかったことを許した自分っていうのが立ち上がってきた時に、この自分自身がね、自分自身に敷いてしまった呪縛から解放されるよっていうメッセージが降りてくる。まあそう思うと、このおじさんもそうだよね。もう俺は自由なんだって、自由でいいんだよって、君はそこでうなだれてるんだねって、とってもやられたね、こっぴどくやられたねって、だけど私のようにこうプカプカ浮かんでごらんって、自由だよって、なんていうかね、その丸腰でいいんだよだね。もうありのままの自分でいいんだよって。
それ弱い部分とかね、認められない、どうしても認められない部分もひっくるめた自分を愛せよと、そういうことだろうね。だからあなたここまでいけるんだよ。もうこの物騒なねカード2つが並んでるけど、だからこの意識までいけたらね、本当に素敵だよ。とっても強い人間になれる。また自分だけじゃなくてね、周りの人たちも導くことができる。もっと素敵なことがあるよ、素敵な場所に行こうよって、もっとこのね現世を楽しむ方法あるんだよって、そういうね力をね周りに振りまくことができるよって。この境地まで行くと、なんかこのテンオブソーズもさ、完全に打ち負かされるっていうよりは本当に転生だよね。過去の自分を倒して新しい自分、まあいわば本当の自分だよね。やっと本当の自分、スタートラインに立つと、そういう流れかな。水面下でね、この意識の流れっていうのがさ、もう動いてるんだよ。だからここまでいくとね、この人物の正体わかるよ。私今まで許せなかったあの人、そういうことだったんだなって。何度も何度も私の前に現れてた。まあ夢だけじゃないよ。現実の世界でもそうだと思うよ。どこ行ってもね、同じ役回りを演ずる人っていうのはね、自分が変わらないごめんなさい、自分が変わらない限りは、同じ人がね、同じ役回りで現れるからね。で、自分が変われば、今まで視界に入ってこなかった人物っていうのがまた新たな役回りとして現れるからね。召喚自在菩薩様、あなたの清らかな心を大切にしてください。まだちっちゃいねつぼみの花だけどさ、周りの花がねいっぱい咲き誇っててさ、焦る気持ちあるかもしれない。だけどね、焦らないでってね、召喚自在菩薩様おっしゃってる。あなたはあなたのペースであなたの花咲かせなさいって。周りはね、大きな大輪をねいっぱい咲かせてるかもしれない。だけどね、あなたはあなたの花を咲かせればいいのよってね、メッセージ来るよ。多少小ぶりでもね、あなただけのね、あなたの花が咲くと、その花こそ本当のあなたなんだから、焦らなくていいっていうメッセージが来るね。まだつぼみだけど必ず咲くよとメッセージきます。まあそれつぼみだろうね。この意識だからね、スタートラインだもん。やっと本当の自分、それは新しい自分でもあるんだけどね、なかなかね、ずっとオンロードでさ、その群衆の中のね一人として、まあなんていうの、多勢の中にいるとやっぱ我々やっぱり楽でしょ。群れの中にいた方が安心感がある。で、同時にその孤立してしまった人間を見て不安感を感じたりしてるでしょ。ああいうふうになっちゃいけないなとか、怖いなとか。
だけど意外にずっとうまくやってきた人っていうのはね、本当の自分を知らないままに一生を終えてしまったりするからね。一回こうね、こう群れから外れちゃってさ、まあ人の矢面に、図らずも人の矢面に立つような状況になった人っていうのは、まあ、大変苦労するけれども、その苦労を克服するとね、その克服したご褒美としては、本当の自分に気づけるよって。この本当のレベルっていうのが本当にこの状態、この丸腰の状態で、もう自分の弱いとこ、本当にもう人に見られたくない、見せたくないね、情けないとことかさ、そういうのも全部ひっくるめてよ。ここまでの意識に行くと、本当この聖観自在菩薩様がねおっしゃってる、あなただけの花、周りと違っていいって、あなただけの花咲かせなさいっていうこの段階来るんだよね。まだまだね、闘争の愛リリースコントロール、まだまだ闘争の渦中かもしれないけど、ここまでねあなたが到達できるっていうのは、もう今現時点でね決定された未来です。あなたのね心の中に育まれているつぼみをね、その清らかな心をね、もうぜひ大切にしてください。いいですね。これはだけど、はっきり言っちゃっていい？もうはっきり言っちゃうと見るのやめちゃう人いるかもしれないけど、これはだけどね、真ん中にドンってデビル来てるでしょ。まずね、腐れ縁。悪縁とまでは言いたくない。今日ちょっともうちょっとなんか、ね、今こう水面下で決まっている今後のその未来の流れってことで、私の中ではなんかもうちょっとなんかね、爽やかななんかリーディングできるかなと思ったら、結構ね固めのスプレッドが来るから、スプレッドは自由だけどね、それスプレッドは自由にシンクロニシティだから私の意識ってのは関係ないんだけど、だけど本当に関係ない形で出てきてるなっていう。腐れ縁であって、悪縁とまで言いたくないんだけど、やっぱりね離れられない。でこの大きいトライアングルで体の位置にキングのソーズが来てるんですよ。だからこの方と離れられない。でおそらくこの5の山ね、3オブカップスで多分浮気があったと思うんだよね。お相手さん、このカードで見るとお相手さんだね。ひょっとしたらあなたもそうしたかもしれない。そういう態度だったら私だってっていうのね、あなたも結構強く出てるのよ、女帝で。だからそもそも、タワーが原動力になってるから、そもそもちょっと変則的な形で出会った方かもしれないよね。だけどもまたこういう変則的な状況に陥って、あなたがエイト・オブ・カップスでこの方のもとを去るというのが出てる。
だけれども強力な求心力であるデビルが来てるから、でこの方のやっぱり念もあると思うよ。マジシャンで出てて、あなたのことが欲しいって言ってるから、失いたくないってメッセージが聞こえる。でそれでこのタイの山であなたは一回このゼロに戻ってフール旅に出るんだけど、またこの方のとこ戻ってきちゃうよって。でトップにエイト・オブ・ワンズだけど、結構ひょっとすればいい条件で戻ってきたじゃない。恋人で言えばこの方が随分あなたに泣きを入れるような形。例えばお仕事で言えば、あなたはその職場をもう抜けようと思ってたと、もう辞めますっていうぐらいのとこまで行ったんだけど、いやいやちょっと待ってきてくれよと、それで条件もう一回ちょっと見直すから戻ってきてくれよって、またここの手堅いところに戻ってきたと、そういうふうにも見えるよね。だからこのエイト・オブ・ワンズのこの後期をしっかり捉えてれば、急展開、急に戻るっていうことだし、前よりも良い条件で、また戻ってくるってことだよね。ただどうでしょう。このなんかね、原動力としてはやっぱデビルだけに、やっぱり陰性のパワーがちょっと強いかもしれないよね。あなたの中にもなんか、ちょっとわだかまりがあるかもしれない。うん。そうだな。そう読んじゃうね。それ以外の読み方が、なんか降りてこないもんね。もうなんかこのデビルのカルマパワーで。だからどうだろう。今あなたはひょっとしたらここぐらいかもしれないね。エイト・オブ・カプス。もうなんか愛想尽きたわと。やってられないと。ここ出てくっていうとこかもしれない。で、一回本当に気持ちをさらにすると思うよ。ザ・フールで。ゼロからもう一回やり直すと。この女帝でね、出てるから、エンプレスが。強い方だと思うから、本当にもう私ゼロからやり直すわって思ってるけど、お声がかかるよ。ものすごい求心力でね、また引き戻されるっていうのが出てます。ラマダサ、癒しヒーリングだね。自分自身を癒したい。この方と、こういうまた変則的な形になるんだけど、そもそもザ・タワーなんだよね。だから大きな出来事があって、例えば大失恋をして、その失恋の痛手を埋め合わせるためにこの方と例えば知り合ったとか、なんか大きな出来事があって、そう自分一人じゃいられなくなってこの方と、知り合った、なんかそんなメッセージが来るね。あなた自身もひょっとしたら略奪愛的な形で入ってったかもしれない。この方がひょっとすれば変わってくれるんじゃないかとかってそういう意識を持ってたけども、愛想つかすってとこまで来てんだけど、やっぱなんか自分をとても癒したかった、守りたかった、一人じゃいられなかったっていうメッセージが降りるね。でこれはどうだろうな、ご自身の、なんか楽観性みたいなもの、もう思いっきり弾けるとか、自分の中の遊び心とか童心とかを思いっきり解放する、フールそのものだよね。もう一回なんかこの
しがらみをなんか忘れたいっていうような力がものすごく働くんじゃないかな。だからある意味ちょっとはっちゃけすぎるかもしれないよね。このなんかもともとね自分を癒さなきゃいけないって思ってたこのタワーのショックがしっかりと言えてればいいんだけど、おそらく多分この方でそれが癒されてない可能性が高いんだよね。で自分は本当に、ね、とても悲しい気持ちなんだけど、今度はその反動形成的なそのアクションを起こしてしまってちょっと層の状態になるかもしれないね。非抑制型の何か力を感じる。だからあんまりなんていうかな、ね、こう同行しちゃうと自暴自棄のような状態になっちゃって、でまたこの心境に戻っていくとね、そこに待ってるのがやっぱりこの因縁のこの方じゃない。あなたのその気持ち、そのダウンした気持ちの受け皿としてこの方がそこにいると。うん。こっちのカードに関してはそんなに嫌な感じはしないけどね。本当になんか同心を解放するとか、自分のなんか本当に楽観的になんか全てをさらけ出すとか、なんかそんなメッセージが来るよ。だけどすごいカップルでしょ。女帝とキングオブソーズ。まああなたの方が強いからね、大アルカナで。とんでもないカップルになっちゃうよ、もうデビルで。どうする？この方がちょっと変わるかもしれんね。まあ、エイト・オブ・ワンズが好転だから、あなたを結構前とは違った形で受け入れてくれるかもしれない。うん。弁財天様、才能が開花されることで富も集まります。いやー、これだけどやっぱりね、この方にね、戻ってね、あなたね、花開くね。あなたはね、龍神様とか、あるいは蛇の神様とかね、ちょっと強めの、生身の人間にはちょっと強めのエネルギー体を、エネルギー体にね、触れるといいかもしれない。お参り行ったり。そうするとこの方との関係性、もうデビルな関係性っていうのを、あなた、うまく乗り切れるかもしれない。まあそもそもこの方がちょっと変わるかもしれないよね。そうだな。やっぱ、今は、あまり難しいことを考えすぎずに、ね、この弁財天様が奏でるリズムで、思いっきり自分を出して楽しむといいよと。そういうメッセージだよね。ただとは言ってもやっぱりね、まあ竜に乗っかってる弁財天様だけど、やっぱり強い波動をね、自分自身持ってないと、やっぱこの方との関係性に負けてしまうから、あなたの方が強いけどね、あなたが強いって出てるけど。なんていうかな、子供のような無邪気さと、
女の怖さ、強さだよね。男とはまた違う。だからそういうものをちゃんとしっかり使い分けて立ち回れば、この方とうまくやっていけるかもしれない。まあ、やっていけるかもしれないというか、このスプレッド上はもうそのようになるよっていうのが出てる。もう離れられないっていうね。だけどなんとなくこの方が変わる気がするな。少し。あなたが今まで隠してた部分っていうのを大いにこう解放することで、それを見てこの方が驚くよって。あ、こういうやつだったんだなって。それでこの方もあなたのその変化に感化されて変わっていくよってね、メッセージ来る。絶対戻らないわっていう人多いかもしれないけどうん、まあこういうスペース出たね。うん、弁財天さんもやっぱり言ってるよ。そんなに、うん、難しく今は考えすぎないでと。大いに楽しむことで、うん、良き方向へと転換できるよと。金銭面もね、いいんじゃない？富も名声も集まると出てるから。だからこのね、とても快活なパワーで、本当この因縁なんだけど、これを変えるぐらいの新たな息吹を巻き起こしてさ、弁財天様だって竜の上に乗っかってんだから。竜神様怖いよ。竜神様好きな人多いだろうけどね、私たち人間にとってはちょっときついエネルギーだからね。うん。いかがでしょうか。